はい、ということで、おはようございます。今日が2023年12月1日になってしまいました。2023年の最後の月です。そう、12月です。もう、恐るべしですね。早いわ。そしてね、それと同時に今日は記念すべき、うちのマミー、いっちゃんのお誕生日です。おめでとうございます。ちょっと直接会えるような距離じゃないので、LINE ギフトで、ちょっと、プレゼントはしておきました。おめでとう。見てるかな？ちょっと最近体調がね、あんまよろしくないみたいなんで、無理なく頑張ってほしいんですけど、長生きしてね、ということで、私は今日もそんな中、仕事を頑張っていきたいと思います。で、昨日もね、オーディション番組、もうすっごい見入っちゃって、そっから、昨日の動画上げてみたいな感じで、もう気づけば今日朝、遅刻っていうか、おにぎりを作る暇がないというか、ご飯を炊けてないっていうね、初歩的な、もうそもそものミスをしてしまい、間に合わないんで、今日はおにぎりなしで、お昼はまた外で食べるのか、抜きなのか、どうするゆうちゃんさん。お昼ご飯今日ね、おにぎり忘れたんですよ。忘れたっていうか、作れなかった。なんかいるだなさ。その時になって決めますか。はい、ということで、行ってきまーす。おはよう。かわいいな。尻尾振って。朝のブーちゃんです。はい、なんか音しますね。なんか音する。で、この音がした後は、ダッシュでこっちに戻ってきます。かわいいね、おはよう。ゆめちゃんもおはよう。目やについてるわ。ドライアイちゃん。すごいな、あんた。目薬さしましょうか。かわいい。目やについてる。な、行ってくるね、ご主人様たち。かわいい。はい、どうも、おはようございます。職場について、ただいま朝一の休憩なんですけど、やっとね、ずっともう半袖やったんですけど、上着着てね、もう今日はインナーというかこの T シャツ着て、上からセーター着るようになりました。めっちゃ寒いもんね。みんなほんと体調気をつけてね。コメントで、風邪ひいてませんかとか鼻声とか結構言ってくれて心配してくれた人いましたけど、大丈夫です。全然元気なんでね。ブータラもともと鼻炎系というか、こう鼻声というか、ちょっと風邪に疑われやすい正常時なんで、鼻もとかよくすするし、これが、実は、ナチュラルだったりします。はい。ということで、なんで今ちょっと撮影してるかっていうと、今日も花金で今日仕事終わったら、明日から念願のお休みなんですけど、いつも朝の休憩になったらブータロね、結構トレーニングしてんの。ちょっと長めのね、休憩時間があって朝。何をしてるかというと、見えるあれ。よく素振りをしてます。ちょっと見せましょうか。最近のブータローの素振り。いけるかな？立つかな？ちょっと待って。こういう芝があるんで、もうここで毎回アイアン、ドライバーって感じで売ってるんですけど、どうが見やすいの？正面からいく。こう。ちょっと今のはアウトサイドインなんですよ。で、足がこんなになっちゃってるでしょ。こう体幹が大事で。今のもちょっとダメ。ちなみに横バージョン、こっちバージョンは。今のもダメですね。今のいい感じですね。これだいぶ上手くなってこない？これ後ろから見たいか。ダメだしね。ずれてるんですよね。ドライバーもフルサイド。これ、誰が見たい？こんな映像。意味わからんすぎる、朝から。はい。以上でした。あともう一個見せたいのがあって、この素振り終わった後に、いつも、ちょっとしたプチ筋トレもしてるんですよ。それはちょっとも
今日は時間がないのであれなんですけど、時間がない時に必ずやってるのが、ブリッジ。ブリッジ姿みんなに見せときましょうか。最後。するかな？映ってる？もうね、広い敷地なんで。痛い。お尻に刺さった。ブリッジめっちゃいいよね、今。こんな感じで。よいしょ。これを20秒間ぐらいいつも耐えてやってます。よいしょ。はい、ということで朝の朝礼タイムでした。めっちゃキモかったで今。キモキモリミックス。キモキモリミックスって言ったら違うって言われた。キモキモリミックス。ジグザグもの普通のやつよ。こんなんないよ。それでどういけてた今。キモキモリミックス。合ってるって。やった。そんなに喜ぶって頭低レベル。そうなん。じゃあどうやったら強レベルになれるのブー太郎は。自分でなんか発音してこない。発案してあげるか。リミックス系で言ったら。いやリミックス系とかじゃないね。何？そっから一から生み出したらいいわけ？そう分かった。息の荒いおじさんです。なんでわざと笑わへんふりすんの？じゃあもう一個いくわ。遊ばれへんやんかそんなん。二人で遊べるような。遊べるやつを。見てこの人偉っ。遊べるやつをしなあかんの？人影や。そう。やめよう。はい、帰ってきました。お疲れ様です。皆さん今日も、動画見に来てくれてね、改めてありがとうございます。今家帰ってきたのが、なんと、日付変わりまして、12月2日の1時半でございます。深夜ね。お昼じゃないよ、深夜。もうびっくりでしょ。っていうのも今日、前から約束したの2人とも、ゆうちゃろとね、ブートロ2人とも忘れてて、なんと、仕事終わった後に、ゆうちゃろ一家と、ご飯に行ってきました。イェーイ。で、帰ってきたのがこんなに遅くなったっていうわけなんですけど、いつもね、結構焼き鳥屋さんに行くことが多いの。お決まりのね、お店が、お気に入りのお店があって。で、それとは別に、今日は、ちょっと、だいぶ遠いとこにある、それこそお馴染みのお店で、簡単に説明すると、ゆうちゃろの親、ずっともう、ゆうちゃろが生まれる前から仲良くお付き合いのある、夫婦がやってるお店があってね、中華屋さんなんですけど、そこがもうめっちゃくちゃ美味しいわけ。中華屋さんいろいろ食べてきたけど、なんかそこが本当にめっちゃくちゃどれ頼んでも外れがなくて、で、餃子も美味しいし、もうエビ天は最高だし、もう麻婆豆腐とかも食べたんですけど、麻婆豆腐もめっちゃ美味しい。とろみ加減が絶妙なんですよね。どれも。酢豚も美味しかった。で、チャーハンもめっちゃ美味しいし、もうどれも美味しいんですけど、特にその中でも、締めに、ちゃんぽん麺を食べたんですけど、ちゃんぽん麺がめっちゃ美味しいんですよ。で、こんなに美味しいって連呼してる、どんなもん写真だけでもいいから見たいと思ったと思うんですけど、写真さえも撮ってないです。なんじゃそれって感じなんですけど、いやもうとにかく、また今度行った時撮りますわ。はい。で、そんなもう歴史あるね、ゆうちゃろの、両親が行きつけのお店。で、もうゴルフとかも一緒に行く仲らしいのね。今年だったかな、
ゆうちゃろう家と、そちらの中華家と、中華家って何って感じですけど、両夫婦で、ゴルフ旅行、泊まりで行ってきたりしてるぐらい、本当にもう昔からの付き合いらしいのよ。で、ブー太郎も、もうかれこれ、ゆうちゃろうと付き合ってから、もう本当に、そっから通ってるかな。だから、もう向こうのお二人も、ブー太郎のことは、もう覚えてくれてて、そう、今日も来たら、なんかまた来てくれたんやって感じで、温かく迎えてくれたんですけど、ただ、実は本音を言うとね、結構、気まずかったんですよね。関係は友達設定で、最初、行ってるんで、一番最初にそのお店行った時にね、その時から結構、もうなんか、居心地悪いって感じ。それこそ、ゆうちゃろうに対してさ、なんかそういう彼女はできたのかとかさ、結婚はまだせえへんのとか、そういう話題ももちろん出てくるし、で、向こうからすると初めてブー太郎が来た時に、もう結構20代後半ですよね、に初めて行ってるんで、なんていうのかな、そもそもこの20代後半で、未だに親と一緒に、ご飯に仲良く行く仲っていうものも結構稀なのかな、どうなんだろう。勝手な偏見だけど、なんか珍しいのかなって勝手に思ってて、一般的にね、なんていうの、見渡すともしかしたら全然普通のことなのかもしれないけど、ブー太郎の価値観的にはなんか結構珍しいというか、そう。で、そんな中に、それこそさ、彼女とか奥さんとかと一緒に、ご飯行くんなら、なんかすごいまだ自然なのかもしれないけど、もう結構、もうだいぶ大人な、もう20代後半な友達を連れて、しかもゆうちゃろうの親と一緒にご飯に来るっていう光景をすごいなんかネガティブに考えちゃって、勝手に。なんかすごい恥ずかしい、なんか気持ちになってたの。なんか申し訳ないけど。なんか自分に自信がなかったし、なんか相手になんかすごい変な目で見られてるんじゃないかっていう感覚でいたから、なんかすごい緊張もするし、どういう立場でいたらいいのか、なんかもう本当に心の奥ではずっと思っててさ、だけど表面上は作ろうのは結構上手な方なので、もうなんかすごい本当友達設定で頑張って演じてたんですけど、で、ゆうちゃろうの親もさ、お父ちゃんはもちろん知らないし、お母ちゃんも最初多分まだ知らない時から言ってるのかな。でもなんか、もうただなる、なんていうの、すごい、ゆうちゃろうとブー太郎が仲いいのは、ゆうちゃろうの両親も知ってるからさ、普通に、うまいこと喋ってるんですけど、一回目は良かったのね。それこそ、たまたま、なんか仲良くて、友達としてね、ゆうちゃろうとブー太郎が仲良くて来たんだな、ぐらいの、感じで、そんなに不思議がられることもなかったですけど、年に何回ぐらい行ってたんかな ?2、3回は行ってたと思うんですけど、毎年。行かない、コロナの時とかは行かない年とかもありましたけど、結構いつも頻繁に、ブー太郎が現れるわけですよ。毎回。ああ、もうまた来てくれたんやって感じで温かく迎えてくれはもちろんするんですけど、なんかその度に、どうしてもまた来たと思われてるんちゃうから、なんで友達なのに、こんな毎回この子は来るんやろみたいな、思われてないかなとか、あと、ブー太郎が来ることによって、ゆうちゃろうの親も、なんかブー太郎っていうこの存在が気まずいんじゃないんかなとか、なんかすごい後ろめたい気持ちになっててね。なんかいつもお店に行くってなるときは、もうブー太郎は留守番しといた方がいいんじゃないのって毎回ゆうちゃろうになんかちょっとネガティブになって言っちゃってたんですけど、ゆうちゃろうはその辺すごい男前なんで、いつも、もうそんな関係ないからもう行くで、みたいな。ゆうくんは、なんかブー太郎がいないと嫌やからとかって言ってくれて、いつもなんか文句、ブー太郎はいやとか言いつつも、内心はちょっと嬉しかったりもしててさ、今ね、本人は寝てらっしゃるので、いない時だからなんかちょっと本音で喋れちゃってるんですけど、
そう、まあそういうのが毎度毎度続いて、で、一回、すごいね、ゆうちゃろのマミーが酔っ払った時があってね。毎回結構お酒飲んでるけど、そんな中でもなんかちょっといつもよりもペースも速くて、っていう時に、なんかすごいね、マミーの、なんか、本心っていうか本音が見えた瞬間があって、そう。やっぱり、ね、ブー太郎って、結局はまあ赤の他人じゃないですか。もちろん子供じゃないし、血は繋がってない。まあ、だけど、子供の我が子のようになんかブー太郎のことを思ってさ、すごい接してくれてはもちろんいるんですけど、その時に、でもちょっとやっぱり、家の話とかになったんですよね。要は、ブー太郎とゆうちゃろの、この家を買ってて、一緒に未だに暮らしてて仕事も一緒っていう話をしたときに、やっぱりさ、いくらまあ友達とはいえ、結構異例じゃないですか。賃貸じゃないし、まだ賃貸で一緒に借りて、ホームステイとかはあるけど、わざわざ家を買って、一緒に住んでて、ましてや仕事も一緒で、って。それを聞いた瞬間に、なんかすごい、なんやろうね。なんかその向こうのね、そのお店やってる側の夫婦の顔色がちょっと本当に不思議がってるというか、でもなんかそんなに深く突っ込めないなっていう、なんか気まずい空気も流れてて、で、なんかその話をしてるときに、なんかちょっと、ゆうちゃろうマミーもなんか気まずそうな雰囲気が見えたのよ、ブー太郎。で、なんかその時にはなんかちょっと居づらーってなった瞬間とかも実はあったりして、まあなんかその日結構ね、いろいろ、そう、このブー太郎にしてはね、ちょっとぐさってきた瞬間があった日があったんですよ。そう。まあだけど、まあ今日またね、改めて言ったじゃないですか。だけど、なんかすごいね、今日はもう本当に、なんか今までで一番なんか楽しかったんですよね。で、安心もしたし、なんかマミーがもう本当になんかすごい認めてくれてる気がするというか、認めてくれる、なんやろ、すごいさ、全然違うのよね。なんか難しい説明が、なんかすごいもう、心の底からも家族のように受け入れてくれてるような接し方をしてくれてて、で、向こうの夫婦の人とかも、なんかね、どんどん、ちょっとこう、距離を近めてくれてるような気がしたというか、で、今度、そのね、向こうのお店やってる側の夫婦もゴルフが好きなんで、で、一回その、気まずかった、めっちゃ一番今までで気まずかった日って言った時に、ゆうちゃろうと、その向こうのお店やってる夫婦とで、ゴルフに行くっていう話になったの。で、そこにはやっぱブー太郎は、なんか呼んでもらえなかったのね。まあもちろんプレーが下手っていうのもあるし、まあちょっと謎な立ち位置じゃないですか。そう。だからもう致し方なかったけど、全然平気なんだけど、でもなんかどっか気まずかったわけ。なんかなんかこう、なんか自分はちょっとこう、蚊帳の外じゃないけど、な感じになってる。で、なんかちょっと気にしてはいるけど、いやでも別に気にしてないんだっていう、なんかこの、わかるかなちょっと説明が難しいんですけど、なんかやっぱり、こっちは、昔ながらのこの家族の付き合いがもちろんあって、もうこう、なんかすごい強い絆が見えたの。で、なんかブー太郎一人だけちょっとこう、なんかまだ距離がある、この、なんかわかる？これって多分こういう状況じゃなくてもなんか友達関係とか、まあ、人間関係で結構どんな場面でもあると思うんですけど、なんか向こう、自分以外のこの相手たちの絆に、なんか嫉妬じゃないけど、なんかそういうのが生まれてたんですが、なんか今日は、また、今ちょっと寒くなってきたんで、
また暖かくなってきた来年一緒に行こうよみたいなことを言ってくれてさ、なんかすごい、でも、なんていうの、迷惑かけるからさ、ブータロやっぱそんな上手じゃないので、だからちょっと遠慮してる自分と、でもやっぱり嬉しいが勝つんですよね。なんか行ったら迷惑かけるからなんか嫌やなとも思うんですけど、それ以上になんか誘ってもらえたことが嬉しくて、でそれをゆうちゃろうのパパママも、なんか嫌な顔一つせず、なんかこう、普通に行っといでよ的な感じで見守ってくれてた感じとか、なんかすごい嬉しくて、なんかもうね、素直に嬉しかったんですよね、今日。なんかやっぱり、改めて今の環境に感謝したというか、なんか仲良くしてくれてありがとうっていう気持ち。そう。なんかいいよね。本当に。こういう絆が深まるっていうのは。だからブータローも結構強がりというか、なんかこう、あんま気にしてないふりとかしがちなんですけど、やっぱなんかちょっとしたシーンで結構ぐさってくることとかもさ、多いのよ。なんかうまく説明できないけど。いろんな場面で。なんか。だけど、そこから逃げなくてよかったなって思いました。なんかもう辛いから。まあでもそれはやっぱゆうちゃろが、ブータローを無理やり引っ張ってくれたっていうのもあるけど、でも自分の中でも、ね、しっかりそこの場面と向き合ってさ、そう。なんか良かったと思って。なんか伝わってるかわかんないんですけど。まあでも今日はちょっとこの話をしたかったなと思って、また長くなっちゃったけど、こんな深夜に何喋ってんねんって感じですけど。まあとりあえず、うまくちょっと話せてないけど、もうなんか有意義な時間だったっていうこと。で、また年末の旅行のね、話とかも今日しててさ、またゲームしようよとかって、周りにその旅館っていうか泊まるとこの周りにあんまりいろんな施設があったりするわけじゃないから、家で引きこもりながらゲームしようよとかいう話もね、今してるんですけど、なんか本当ゆうちゃろうの家族にはもう感謝でいっぱいですね。妹もすごい仲良くしてくれるしね。お父ちゃんもすごいいじってはくれるけど愛のあるいじりをして、なんかうまいことブータロー輪に入れてくれたりとかさ。そう。まあ、感慨深かったっていうお話、もう最高でした。まあ、はい、もうこの辺で終わっとくけど、まあ今日はそんなお店に行った日でございました。で、土曜日、明日から、ね、日曜日2日間お休みなので、もう今深夜ですし、今から動画上げなきゃいけないんで、だいぶ寝不足にはなってしまいますが、この動画上げたらゆっくり寝て、明日はね、ちょっと必死にブータローの親とね、会った動画にテロップを入れる作業を頑張りたいと思います。1日かけて。で、日曜日はゆうちゃろとポケモン GO デートをしようっていう話をしてるので、また動画撮れたら撮りたいと思います。では、毎日本当にね、皆さんも見てくれてありがとう。こんなね、話し下手で、なんか自己満なお話を皆さんにただただ聞いてもらっただけなんですが、今日も見に来てくれてありがとうございました。まだね、チャンネル登録まだな方いたらぜひ、ほぼ毎日更新今頑張ってるので、チャンネル登録が頑張る源にもなってますし、コメントも毎度見てますので、いつもありがとうございます。ではでは、ゆうぶカップルの日常を引き続き、どうぞよろしくお願いします。ではでは、おやすみなさーい。またねー。